ビートルの皮膚のやつ、土地にそういう形があります。ですからこういう光によるその光の波の長さによるビートルが違うに見えます。で、同じようになんか目がちょっと違う視点からビートルを見ますから、そういう蝶々とかビートルとか、たまにそういうピカピカみたいな綺麗な色があります。そういうこの表現で生じる表現です。で、ちょっと進んで少しだけ綺麗な液晶とか見せたかったんですけど、結構多い。で、最後、液晶の最後で面白いなんかそのぐるぐる液晶はそのすごい特別な液晶もあります。そのなんかぐるぐる液晶の中にたまにこういう箱みたいな形もします、ね。まだ液体な感じですけれども、こういう形が中にあります。で、これがそういう液晶の例の一つ。で、その液晶ですけれども、なんか数学的に液晶の研究をしたら、例えば一番低いエネルギーの形とかをこういういろいろな面白い形が発明されました。で、例えばこれはなんか聖母みたい聖母ですね。なんか自分の体の中のちっちゃい細胞の壁はだいたい油からできたんですけれど、油がこういうなんか形であればそれも液晶ですから、液晶が結構生物とかテレビにも大切なで、このスライドもちょっと難しいかもしれないですけど、あんまり気にしなくていいですけれども、液晶は光とイントラクションする。で、そうすると、色によるイントラクションが強さが変わる。だから、たまにいろいろな色が来ますけれども、液晶研究をするには、結構なんか何の光が何の色に見えるかという結構大切な情報になります。ですから、これが液晶画面の研究に結構大切な図で、ちょっとなんか難しいかもしれないようにですけれど、これ目の中にある光、なんか3つの細胞があります。その細胞は3つの光のスペクトラムの間にセンシティビティが違います。で、例えばこの3つですね。目の中にその3つがあります。ですからネジの色が見えるようになります。ですからなんか何の光、何のスペクトラムがあると何の色に見えるかという分かるようになります。この図を使うと。でも音とかも波ですね。でももしなんか音が、これが空気です。
でもしなんか私考えたのは、もしその音じゃなくて光になるとどういう色に見えるかちょっと考えました。でそのつながりがある大学の頃のなんかパーティーとかダンスするとレーザーとか音楽に合わせている光で同じようにそういう多分その影響でそういう質問がちょっと興味ありました。で液晶画面の研究の間にいつの間になんかそういう質問が答えるようになりました。だからプログラミングでそういうプログラムを作ったんです。でこれは音楽のビジュアライゼーション、その音楽の波はもしライトになるとどういう色に見えるかという質問に対している図。これはまあ人の話で時間がこっちに時間が経つとこうなって、そう一番先端になるともう一度こっちに行ってこういう感じで、これがなんか人の話、なんかどういう面白いですね。だと結構綺麗でいろいろな図がなんかいろいろな話、いろんなビジュアライゼーションができました。でこれ例えば話じゃなくてこれ音楽。音楽は話とちょっと違います。で音楽はいつもドラムとかが同じ時で繰り返してて、でこういうなんか立ったままの模様が出てきます。でその同じ時間、いつも同じ時間でそのドラムが鳴いてて、でこういう感じになります。結構綺麗だといろいろな音楽がいろいろなビジュアライゼーションになります。こういうなんか速い音楽で、その今なんかその置いてあるビデオとかもう出ましたか？そのビデオ出てきましたか？ビデオを見ていただいて、はい、そしたら、開いてくれてるところ一番上が猫やと思いますけど、猫を一番やとしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9番目の、Painting with Affects Twin 9番目の5分9秒のやつ、5分9秒のやつ見てください。ほんならもう見てみてください。5分9秒のやつね。音も出るように。で、このビデオは、まあ、その同じアルゴリズム、同じプログラムで、その音がリアルタイムで色になっています。で、その色はペンキになります。で、絵を描けるようになります。音で絵を描ける。そういうアプリケーションを作りました。このような音楽が好きです。で、ちょっとなんかまあ色をよく見てください。この色なんか音に合わせてますね。でドラムとか鳴いたら色が変わります。でこういうアプリなんですけど、
もともとなんか大学の頃のパーティーとかをするとき、まあ勉強と全然なんかもっと遊びみたいな感じですけれども、まあつながりがあって影響されていろいろなことが学んできて、でそれをつながっていろいろできるようになります。いろいろな可能性が広がめてきました。じゃあ進みましょう。そのビデオを消してください。ありがとうございます。私が聞こえるですか？一番後ろの人が聞こえますか？大丈夫ですか？じゃあね、つながりがあるっていう終点があるんですけど、大学の頃とか私絵を描きました。結構なんか好きだった。いろいろな絵ですけれども、多分その経由で、まあ、メディアとか興味になってしまいました。で、その博士の課程が終わってから日本に来て、日本語の勉強を始めてきました。で、その奨学金のおかげで1年間専門学校に入って、なんか渋谷にある専門学校に入ってました。でもその間はね、もう液晶画面とかの研究はもうやめて、ちょっと面白いですけれど、綺麗ですけれども、まあ、企業的には経済的にはもうテレビがもう発明されましたね。だからもう務めはなくなっちゃいます。だからまあメディア技術に興味になって、でそこに今研究室はメディア技術の研究室で、メディアというのは何でしょうか？まあメディアを考えると多分記事とか新聞とかゲームとかを考えるかもしれないですけど、これまあわかんないですけど、これ初めのメディア技術かもしれないです。これ印刷機のコピーですけど、すごい昔の歴史的な印刷機で、1440年発明されましたという感じで、もう1500年代こんなになんか本が印刷されました。すごいなんかもう100年でそういうすごいそのメディア技術が広がめてきましたですね。例えば、まあ、人のアイディアとか政府的なアイディアとか宗教的なアイディアとか、まあ、科学の情報機能とかすべて、まあ、広がめる可能性が出てきました。すごいなんか大切な技術でした。人間の意識がこうボーンになったと思います。そうで、それが面白い。それ印刷機の発明の前、結構前はですけれども、まあ人間のしゃべりという、それはまあ発明されたかもしれない。まあ、自然に出てきましたかもしれない。これが面白いだと思いますけど、多分読めないかもしれないですけど、まあ、What I really hate about this university is that anybody can get a hold of me at any time というのは、この2人が話して、で、まあ、このしゃべりという技術で一番迷惑のは、みんないつでも話しかけることになっちゃう。
みんななんか最近は携帯電話がちょっと迷惑とか、Eメールがインターネットに迷惑ですけど、この昔々のなんかその喋りの技術についても同じような文句があってちょっと面白いと思いますけど、これは果たして実かどうか分かりませんけれども、そこにもその喋りが始まった時、意識の進化できましたね。その前は、みんな一人通じることができなくて、でその後は結構脳も大きくなって意識も進化されました。でもこの結構最近の歴史の方はラジオとか電話で、ラジオと電話とかでそのテレコミュニケーションということです。すごい世界がつながってきました。それが意識に人間の時にすごい表現でした。それなんかいつも